皆様こんにちは。今回はイベルメクチンを製造している医薬品メーカー、メルク社が開発中のモルヌピラビルっていうのはどのようなもので、どのように緊急承認を得たのかっていうことについてちょっとお話ししたいと思います。メルクといえばイベルメクチンの製造メーカーですよね。世の中にはモルヌピラビルをイベルメクチン 2.0 みたいな感じで考えている方もいらっしゃるようなんですけれども、モルヌピラビルっていうのは全く違うものとして開発されているんです。厳密に言うと、開発したのはアメリカのエモリー大学っていうところで、イベルメクチンでいうところの北里大学というようなポジショニングになります。イベルメクチンがコロナに効くのかっていう話は今世界の謎になっているわけですけれども、そもそもイベルメクチンは儲からないものですので、大きな治験っていうのはほとんど行われていないわけです。最近アメリカのいろいろな大学とか、あとフィリピンでもそうですけれども、イベルメクチンの治験を始めるっていう話を聞きますけれども、いずれも医薬品メーカーではありません。今現在でもイベルメクチンの治療を行おうとしている医薬品メーカーっていうのは、唯一日本のコア株式会社のみっていう風になってるわけです。私は個人的にイベルメクチンって効くんじゃないのって思ってる人間なんですけれども、それよりももっと効く薬があれば、それでもいいんじゃないのっていう考え方も持っています。そういったことで、これからモルヌピラビルっていうのは何なのか、イベルメクチンとどう違うのかっていうことなどをお話しさせていただきたいと思います。モルヌピラビルはイベルメクチン 2.0 ではないっていうことを冒頭で申し上げました。この薬はイベルメクチンにはない作用基準で細胞に侵入したコロナウイルスの増殖を防ぐことを特徴としています。コロナウイルスが人間の細胞に侵入すると、まず自分のコピーを作りますよね。自分のコピーを作る際に作るものは何かっていうと、自分の子供の体にあたるタンパク質、それから自分の子供の体に入っていく RNA、つまり自分の RNA のコピーですよね。それを作るわけです。タンパク質のコピーを作る場合には、ウイルスの RNA を自分の細胞のリボソームを使ってタンパク質を作っておくわけです。それが子供の体になるわけですね。タンパク質だけコピーしてもダメですよね。自分の遺伝情報でもある RNA そのものもコピーしなければなりません。そして、タンパク質と RNA を組み立ててコピーされたウイルスが組み上がるわけです。それが子供になるわけですよ。たくさんの子供ね。この RNA をコピーする際に、モルヌピラビルが機能するわけですよ。どのように機能するかっていうことなんですけれども、まず新たな RNA を作るためには、その部品が必要となりますよね。この部品っていうのは人間の細胞の中にすでにありまして、その部品を使って新しい RNA が作られていくわけです。モルヌピラビルっていうのは実はこの RNA をコピーする際の部品として、モルヌピラビルがその部品として使われてしまうわけです。この絵を見ていただきたいんですけれども、パッと見た感じ、右と左の違いわかりますか？一般の方にはね、瞬間的にわからないと思います。ウイルス自身とか、あと人間の細胞なんかも区別がつかないんですよ。一瞬では。だから、モルヌピラビルっていうものが RNA の部品として誤って使われてしまうわけです。だから本来は純正部品で組み立てられるものが偽物、つまりモルヌピラビルで一部作られてしまうわけですよ。細胞内でコピーされたウイルスっていうのはみんなバカなコロナウイルスになるわけです。このバカなウイルスは増殖機能などの感染拡大に必要な重要な機能が麻痺してますし、もしかしたら子供のウイルスが組み立てられた時点でもうウイルスとして機能していないかもしれないんですね。だから感染がストップするってことになるわけです。イベルメクチンの場合は、イベルメクチンがウイルスが悪いことをするのを妨害するのが機能でしたよね。念のためにもう一度イベルメクチンの働きを簡単におさらいしておきましょう。まず抗原や ACE2 レセプターにイベルメクチンがくっつくっていうことがコンピューターシミュレーションの世界で確認されています。これによってウイルスが人間の細胞に侵入するのをブロックするっていうふうに言われてるわけですよ。ただこれについてはコンピューターシミュレーション上だけの結果ですから、実際に実験で抗原にくっつくのが確認されているわけではないわけですから、ちょっと注意してほしいんですよね。それから2番目の機能としてウイルスの複製を妨害するっていうものがイベルメクチンにはありました。細胞内に侵入したウイルスが RNA とタンパク質をコピーしてね、その後に組み立てを行うわけですよ。そして子供のウイルスができるのね。で、その組み立て自体をイベルメクチンがブロックしちゃうわけです。そして3番目の機能としてよく言われているのがインポーチン云々っていうその機能です。コロナウイルスっていうのは細胞核内に作用して感染した細胞がヘルプ信号を他の細胞に出すのを邪魔するんですけれども、イベルメクチンはこの邪魔をさせないように働くと言われています。
ここでモルヌピラビルとイベルメクチンの違いをちょっと見てみたいと思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、モルヌピラビルというのは自分自身がウイルスの RNA の原料になっていっちゃうわけです。一方、イベルメクチンっていうのはウイルスの活動を妨害するのが仕事なんです。例えばウイルスを複製するときの組み立てを妨害するとか、ヘルプシングを出すのを邪魔する、その邪魔するのを妨害する。そういうことですね。これがモルヌピラビルとイベルメクチンが決定的に異なるところなんです。つまりモルヌピラビルっていうのはイベルメクチン 2.0 じゃないんですよ。お分かりいただけましたでしょうか？しかしモルヌピラビルっていうのには2つの問題があります。一つ目は、人間だって生きていくために DNA にある遺伝情報の一部をメッセンジャー RNA として複製して、それをリボソームを使って人間のためのタンパク質を作って生きていくわけです。そうなると、人間がメッセンジャー RNA を作るときに、モルヌピラビルが働いちゃって、偽物の原料として使われてしまう。こういったときに問題になるわけです。例えば、人間がインスリンを細胞内で作るときっていうのは、DNA からインスリンの設計図をメッセンジャー RNA っていうものにコピーして、そのコピーした、つまりメッセンジャー RNA を使って細胞内のリボソームにタンパク質、つまりインスリンを作らせるわけです。だからそのメッセンジャー RNA を作るときに、モルヌピラビルが働いてしまうと、インスリンのメッセンジャー RNA に使われちゃうわけですよ。そうすると、まともなインスリンができなくなっちゃうわけですよ。これに関しては、ある程度の答えがあります。人の細胞で作られるメッセンジャー RNA っていうのは、先ほどちらっと言いましたけれども、細胞核の中で作られるんですね。なぜかっていうと、核の中にある DNA がメッセンジャー RNA を作るわけです。そして、核の外に持ち出して、そこにあるリボソームでタンパク質を作るわけです。これに対してコロナウイルスの RNA っていうのは細胞核の外にあるわけです。モルヌピラビルっていうのは細胞核にはなかなか入っていかないっていうことらしいんですね。それで細胞核の中で作られる人間のためのメッセンジャー RNA がバカになるリスクっていうのは低いっていうことが言われています。しかしモルヌピラビルを飲む量をどんどん増やしていくと当然核の中に入る可能性もあるわけですから、モルヌピラビルを飲む際にはお馬さんが飲むような量を飲んではいけないっていうのはイベルメクチンと変わらないわけです。それから問題の二つ目っていうのは、どうも値段がすごく高いんですよね。1回の治療に使われる値段が7万円もするそうです。この7万円の話なんですけれども、モルヌピラビルっていうのは開発している最中からアメリカ政府と購買契約を結んでいたそうなんです。そして治験の結果が出たら緊急承認許可を取って170万回分の治療に必要なモルヌピラビルをアメリカ政府が約12億ドルで買い取るっていう契約をしてたらしいんですよ。それで治験の結果が出たっていうのが2021年の10月なんですけれども、ここで陰謀論の好きな方はすぐにお気づきになると思いますけれども、2021年の6月っていうと、イベルメクチンの使用が世界中で語られるようになってきて、さらにはインドネシアとかね、マレーシアで治験を始めようなんていう話題が出てきた頃です。それから治験の結果が出たこの10月って何でしょうか？そうなんです。これは馬のイベルメクチンを飲んだ人が救急病棟を埋め尽くしたなんていうわけのわからないニュースがアメリカで流れ出した頃なんです。まあでもね、ここでは陰謀論っていうものは平和ボケした人たちのたわごとでね、とりあえずモルヌピラビルっていうのはイベルメクチンよりも比べ物にならないほどのポテンシャルがあるんだっていうことにここではしときましょう。それで7万円というのは12億ドル割る170万回分の治療で、だから約7万円っていうことになるわけですよね。でもね、コロナにかかって5日以内の人が飲む薬として7万円っていうのは非現実的な金額に私は思えるんですよ。この薬はね、入院した人に使うっていうよりも自宅療養の薬として使われるわけですよね。そうなってきたときに自腹で7万円の飲み薬を買う人はいないと思います。だから各国の政府が税金を使って補助金として無料なのかな、2類だと無料になるんですかね。そういうふうにお金を国が使ってそれで配るわけですよ。そこでコロナ陽性で入院するまでに至ってないようなちょっと元気な人が7万円の薬をゲットしたとしますよ。無償なり、例えば3000円とかでね、あとは政府の補助金でゲットしたとしますよ。そうした時にね、中にはそれ転売しようなんて人が出てきても不思議じゃないかなと私は思ったりするわけですよ。
この7万円っていう金額っていうのは最初だけの金額だと思われるんですけれども、2番目の出荷ロットから3000円ぐらいになってくれるんであれば嬉しいなと思ってます。もしそういうことであればね、7万円の初期ロットは全部アメリカ国内で使っていただいてね、いくらでしたっけ？ 12 億ドルですね。12億ドルをアメリカ国内で使っていただいて、2番目の安い出荷ロットね、それを日本とか他の国で使うように輸出していただければなと思ったりしています。さて、モルヌピラビルというのは、どのような治験を行ってアメリカの緊急承認を取ろうとしているんでしょうか？メルクのホームページによると、なんとですね、800人も満たない人数の治験で結果を出して緊急承認を取ろうとしています。この治験では参加できる人とできない人っていうものが決められてるんですけれども、私が見たところ、ワクチンを打っているか否かっていうのは、その除外項目に入っていませんでした。入っているって言われている専門の方も中にはいるみたいなんですけれども、私は見つけられませんでした。もしこの動画をご覧になっている方で、ワクチンを打ってはいけないっていう条件の根拠となる情報をお持ちの方は、ぜひコメント欄でお知らせください。この治験に参加できるのは PCR 検査で陽性と判断されて5日以内の自宅治療の人だけとなっています。コロナウイルスの感染というのは人間の体内で最も増殖するのが陽性になってから7日ぐらいまでの間と言われています。モルヌピラビルとかイベルメクチンをはじめとする抗ウイルス薬というのは当然のことながら陽性になって5日とか7日以内に治験が始まらなければ全く意味がないわけです。それを超えると、そもそも薬の意味がないわけですよね。よくアメリカでコロナで重症化してイベルメクチンを使わせろとか裁判が起きてるそうなんですけれども、そういうことをやってるうちに7日とか経ってしまうわけですよ。そうやって時間が経って無理やり抗ウイルス薬を使っても意味ないし、逆にそういうふうなことをする人に限って重症化するなんていうレッテルを貼られたりするのがオチなんじゃないかなと私は思います。それで治験の話に戻しますけれども、治験に参加するボランティアというのは、陽性の人を一気に大量に集めて行うわけじゃなくて、毎日新たな人が参加してくるわけですよ。今日陽性になったけど治験に参加しますとかね。そう、徐々に追加していくわけです。それで最終的に、この場合には1550人になったっていうことなんですよね。すでに参加している人たちっていうのは、ある程度薬の効果がはっきりしているわけですよ。それで1550人は集まったけれども、実際に治験をすでに行っているうちの775人の結果が出ていたというんですね。そして775人ぽっきりでも、この薬の高い有効性が示されたということなんです。つまり1550人全員の治験を終わらせずに治験がそこでストップして結果を出したということになるわけです。もうちょっとね、具体的な話になりますが、薬を飲み始めてから29日間の間に偽物の薬を飲んだ377人から53人、14.1% の人が病院に入ってしまったそうなんです。53人ね。そして本物の薬を飲んだ385人からはその半分ぐらいの28人、これは 7.3% に当たるんですけれども、それらの方が病院に入っちゃったっていう結果が出ました。ここでね、385たす377が755にならないんですけれども、いいことにしておきます。それで、この薬は偽物を飲んで 14.1% の人が病院に入ってしまうものを、ちゃんとした薬を飲むと 7.3% まで下げるわけですから、これから計算すると有効率は約 50% となるわけです。この有効率っていうのは予防効果っていうことじゃなくて PCR 陽性と確認された人が入院してしまうのを防ぐ有効率になるわけです。さらに病院に入ってしまった人の中から出た死亡者についてなんですが、これは本物のグループからは一人も死ななかったんです。ただ、偽物を飲まされたグループからは8人もの人が出てしまいました。28人から8人の人が出たってことですよね。この治験の信頼性ね、よく信頼性が重要だなんつってね、イベルメクチンによくやっつけられますけれども、信頼性を表す P という数値があるんですよ。それは 0.0012 になっています。この P という数字なんですけれども、低ければ低いほど信頼性が高くて、通常は 0.05 ですでに信頼性が高いということが言えます。だから 0.0012 ですから、一桁低いわけですよね。相当信頼性が高いことになるわけです。つまり800人に満たない治験参加者数でも P がすごく少なければ良い結果だということになるわけですね。
皆様の中には、イベルメクチンだってそれぐらいの成績があるよとおっしゃられる方もいると思います。それはそれ。でも、これはこれで、両方とも良い結果が出るというのは人類にとって良いことだと思いますよね。最後になりますけれども、イベルメクチンしか考えていない人にとっては、モルヌピラビルという薬の存在についてなかなか受け入れられないということがあると思うんですよ。でも、コロナとの戦いというのは、そういう意地の張り合いではありません。今後ファイザーもコロナ用の飲み薬を出してくると思いますし、数年後にはイベルメクチンの誘導体、明治でしたっけ？それが今、北里とやってると思いますけれども、そういったイベルメクチン 2.0 も出てくると思います。すべてにおいて批評をするのは自由なんですけれども、お互いに認め合うっていうことも大切ではないかなと思います。今回はイベルメクチンを作っているメルク社が開発しているコロナ用の飲み薬、モルヌピラビルをご紹介いたしました。この動画が気に入っていただけた方は、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。